おはようございます。本日私から1点ですね、ご報告をさせていただきます。医療提供体制の確保でありますけれども、多くの都道府県でですね、医療に対して負荷がかかっているということの中において、医療の最前線でですね、大変ご活躍いただいております医療関係者でありますとか、病院、医療機関等々に対してですね、しっかりと支援をしていかなきゃならないということで、医療提供体制のパッケージ、これは病床確保のためのでありますけれども、こういうことをさせていただきながらですね、さらに、加算、新たな病床確保をいただいた医療機関には加算という形でですね、行ってきたところでありますけれども、一方で、現在、議論をいただいております感染症法の改正、これは与野党、政府与野党協議会等々で議論いただき、各党でもいろんなご議論いただいていると思うんですけれども、ここで医療関係者への国や都道府県からのですね、権限の見直し、これを盛り込んでいるということで、各社ご報道いただいております。これに関して医療機関の皆様方がご心配をいただいているという声もお聞きをさせていただいております。そういう意味では、ちょっとこれを整理といいますか、具体的にどういうことかということをですね、私の方から今日は申し上げたいというふうに思うわけでありますけれども、基本はですね、今、現状のですね、規定にもあります、協力要請、この協力を要請するというのが、これが基本であります。つまり要請をすることが基本であるということでありまして、今回の新しい提出予定をしております法律の中身のですね、正当な理由がなく、協力要請、これをですね、応じなければ勧告をすると。そして勧告をした後もですね、正当な理由がなければですね、今度は公表というふうになっておるわけでありますけれどもですね、基本はやはりこれは協力要請ということでございまして、その上で、その時の状況等々もあると思います。例えば感染の状況でありますとか、感染の結果、重症者が増えてですね、命に関わるような、そういう患者が多い、どれぐらいいるかでありますとか、それから医療機関の逼迫状況、こういうものを総合的に勘案する中において、それでもですね、これ正当な理由といいますか、言うなれば、例えば、十分に医師も看護師もいて、地域医療体制もですね、確保できているのにですね、受け入れないでありますとか、もともといろんな計画を作っていただいておったけれども、そういう状況であったけれども、そういう状況というのは、十分に、地域の医療を回せる状況であるけれどもですね、受け入れないだとか、というようなことを総合的に勘案した上でですね、正当な理由、これこれから多分通知でまとめさせていただいて、通知でお示しする形になってくると思いますけれども、そういう形でですね、こういう具体的な形ですよという形でお示しをさせていただきたいなというふうに思っております。ですから、一義的に、国もしくは都道府県がこれ要請をお願いして、その要請に協力を要請して、それに応じていただけなくって、そしてその後ですね、勧告、そしてそれに対しても正当な理由というものなく、公表という、そういうわけではなくて、そこは丁寧に対応してまいりたいと思っておりますし、今般のことに関してはですね、今、それぞれこの間も病院団体の皆様方、また日、それから看護協会の皆様方ともいろいろとですね、お話を総理と共にさせていただきましたけれども、非常にその時はですね、これから対応していきたいというような強い思いをお持ちをいただいておりますので、決してこういう中においてですね、こういう強制力をもってして無理やりという話ではなくって、そこはしっかりとお互いの信頼のもとにですね、対応をいただいていくと。協力をいただいていくということであるということだけは、私からしっかりと申し上げさせていただきたいというふうに思います。ちょっと誤解があるようでございますので、そういう意味でですね、十分な説明をしていなかったということで、反省も込めてですね、今日冒頭、このような形でですね、会見をさせていただいたということであります。私からは以上であります。